はい、どうもトンボです。今回は C アイテムの樹脂の塊を完全自動で入手できるクリーキングトラップを作っていきたいと思います。特徴1、装置に近づくだけでクリーキングを検知して装置が自動稼働。プレイヤーが何もしなくても樹脂の塊が自動生産されていきます。特徴2、完全自動化しているため装置から半径32マスの球体の範囲にプレイヤーがいるだけで勝手に稼働。アイテムを落下させて地上で回収すれば上空に登る必要もなくなります。特徴3、効率は10分で樹脂の塊が約700個集めることが可能です。今回の動画は前回出したクリーキングトラップの 1.21.60 改良版です。すでに作成済みの方は開始部分からの内容を参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。見えやすいようにガラスは2種類使ってますが、通常のガラスだけでも OK。クリーキングの心臓やペールオークの原木は新アイテムです。ペールガーデンバイオームで手に入りますので、頑張って探してみてくださいね。装飾に使っているペールオーク系の素材は他の素材でも OK です。装置のサイズは横9、奥行き12、高さ8マスになります。では作っていきましょう。まずはクリーキングが地面にスポンしないように装置は上空に作るので、15マス上に足場ブロックで登っていきます。クリーキングの枠範囲はクリーキングの心臓から横16マス、上下8マスの立方体の中になるので、平らな土地であれば15マス程度。もし作成場所付近に高い建物や山などがある場合は、その建物や山よりも10マス程度上まで登るようにしてくださいね。では現在の Y 座標を確認。 Y-60 ですね。周囲が平らな場所なので15マス上の Y-45 まで足場ブロックを使って登っていきましょう。はい、 Y-45 まで来ました。次はトライデントのめり込みにくい方向で装置は作るので、まずは北方向に長い待機場を横9、奥行き12マスで作っていきます。まずはエシレンガを置いて T の文字になるように方角を変えて北を向きます。その状態で葉っぱブロックを足場ブロックの手前に1マス、次は左右に4マスずつ、次は奥に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス、このように伸ばしたらこれを基準に四角くしていってください。次は装飾ブロックでこのように6段の壁を作っていきます。ブロックを切り始める位置はこの右下の葉っぱから数えて 1,2,3,4,5 マス目から、ここから葉っぱの床の端を通るようにしてこのように置いていきます。はい、ここまでですね。あとはこれを6段になるように積み上げていきましょう。はい、 OK。 次はこの位置に不等間ブロックで 5×5 の枠層の床を作ります。この角の位置から1,2,3,4,5個、あとは 5×5 のサイズにしていきましょう。次は不等間ブロック、ペールオークの原木、クリーキングの心臓を使ってこのように3段の壁を作っていきます。置いた後は夜間にクリーキングが湧くようになるので、この作業以降は昼間に作業を行うように注意してください。まずはペールオークの原木を上向きでポンポンポン、このように上向きで設置します。次はクリーキングの心臓も上向きでこのように置いて、次はペールオークの原木を同じように上向きでこのように設置します。置けるとクリーキングの心臓が光るので確認しておいてくださいね。あとはこのように3段の壁を不等間ブロックで作っていってください。次はガラスをこのように3段で設置します。ガラスを置き始める位置はここから、まずは 1,2,3,4 と置いたら、ここから 1,2 と置いて L 字にします。あとはこれを3段にしていきましょう。次は水バケツ、仮ブロックを使って脇層に水を流します。まずはこの2段目のガラスのこの位置に向けて水をダバーすると、ここまで水流が流れますね。次はこの位置に仮ブロックを一旦置いて水流を広げたら仮ブロックを撤去。そうするとここまで水流が届くので確認しておきましょう。次はラージテストとホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置からチェストをポンポン。次はチェストの左側面から横向きホッパーを1,2,3、ここで曲げて 1,2,3 とこのように置きます。次はチェーン、缶つば、金床をこのように設置します。まずはこのホッパーの上にチェーンを設置、その上に缶つばを置きます。あとはしゃがみながら缶つばの上に金床をポン、この位置に置けていれば OK です。次はガラス不等間ブロックをこのように設置します。まずは奥のこの位置にガラス、次はこの位置にポンポン、あとはこの位置にも置いて不等間ブロックはこの位置に設置してください。次はダスト、トーチをこのように設置します。ダストはこの不等間ブロックの上、トーチはこの不等間ブロックの上に置いてください。
次は通常ピストン、ダスト、粘着ピストンをこのように設置します。まずは奥に入ってホッパーの上に乗ったら、この位置から通常ピストンを1、2、3個置けたら上にダストを置いていってください。次はこの位置から粘着ピストンを1、2、3個置けたら上にダストを置いていきましょう。では視点を変更して続けます。次はガラス、太化ブロック、トーチ、ダストをこのように設置します。まずはこの位置にガラス、次はこの位置に太化ブロック。太化ブロックの側面のここにトーチを取り付けて、ガラスをこことここに設置します。あとはダストをこことこことこことここに置いてください。次は太化ブロック、白色のガラスをこのように設置します。ここでは見やすくするために色付きガラスを使いますが、通常のガラスでも OK です。まずはこのトーチの上に太化ブロック、次は太化ブロックの背面からガラスをこのように端まで置いて、次はここから1、2個曲げて1、2、3、4、5個曲げて1個、あとここにも追加で置きます。一旦こんな感じ。次はこの位置から1、2、3、4と置いたらここは壊します。次はこの位置から1、2、3、4、5、6とこのように置いたら、次はこの位置から1、2、3、4曲げて1、2とこのように置いてください。ちょうどここに 2×3 の穴がある感じになりますね。次はホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの太化ブロックの上に仮ブロックをポン。次は仮ブロックの側面のここに横向きホッパー。次はこちらからホッパーの側面にホッパー。次はこちらからホッパーの側面にホッパー。次はここからガラスを囲むようにホッパーを置いていきましょう。ここまで起きたら仮ブロックは撤去して、ここから1、2個。はい、OK。置けたらこのホッパーの中に適当なアイテムを1つだけ入れて、アイテムが流れていき、このホッパーの中にとどまるのを確認しておいてください。次はコンパレーター、太化ブロック、トーチ、リピーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでコンパレーター。コンパレーターの先には太化ブロックを置いて、次は太化ブロックの側面にトーチをポン。次はこの位置にこの向きでリピーター。あとはリピーターの先からダストを置いて、先に置いたダストと接続しましょう。次は通常ピストンをこのように設置します。置く位置はここからですね。ポンポンポンとこの向きで置いてください。次はリピーター、ダスト、太化ブロックでピストンに信号が伝わるようにしていきます。リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックスにする点に注意です。まずはこの位置にこの向きでリピーター。3回クリックして遅延をマックスにします。次はこの位置から1、2、3個ブロックを壊したら、そこにダストを3つこのように置いて、次はこの位置にこの向きでリピーターをポンポンポンと置いて、リピーターの先に太化ブロックを置いてください。次はガラス葉っぱブロックで屋根を取り付けます。まずはガラスをここから1、2、3と置いて、奥のこの位置にも置いてください。次はこの位置から葉っぱの屋根を取り付けていきます。ピストンの前の3末は後でトライデントを刺すので、こんな感じで3末分開けておきましょう。あとは葉っぱの屋根を置いていきましょう。次はトライデントを差し直ししやすくするためにはしごをこのように取り付けます。まずはこの位置からはしごを置いていってここまで置きます。次は上に登ってこの太化ブロックの側面の位置にも1、2、3とこのように置いてください。次は足場の上をボタンで巻きつぶしをしたらトライデントを刺していきます。まずはこの位置の足場ブロックの上にボタンを設置。次は上に登ってピストンの前にトライデントを刺していきましょう。ではここで動作チェックです。クリーキングはプレイヤーと目が合っているときはクリーキング同士が重なってしまうので、ここでくり抜かれたかぼちゃを装備しましょう。準備ができたら夜になるのを待って、クリーキングが湧いて加圧板に触れると装置が動作を始めるのを確認。樹脂の塊がピストンの動作によって剥がされてチェストに格納されていくのを確認しておいてください。くり抜かれたかぼちゃを外してクリーキングと目が合うと、このようにクリーキングが重なってしまい1体にしかトライデントが当たらなくなって効率が落ちるので、ここからはクリーキングと目が合わないような装飾にしていきます。まずはこの辺りにペール奥の階段を置いて立体感を出したら、コンクリートで回路を隠していきます。あとはクリーキングから見つからずに中を確認できるようにフェンスをこのように置いていきましょう。
あと長時間放置するときにファントムが湧かないようにプレイヤーの頭上部分に不透過ブロックを置いて、不透過ブロックの上にクリーキングが湧かないようにボタンを置いておくと良いですね。ちなみにクリーキングの心臓から半径32マスの球体の範囲にプレイヤーがいれば勝手に動作してくれるので、樹脂の塊を落下させて地上で回収することも可能です。回収方法はまずチェストを壊して、こことここの葉っぱを撤去。この位置には不透過ブロックを置きます。次は下に足場を作って穴の真下に来たら、ここに下向きドロッパーとアイテムがまっすぐ下に落下するように階段ブロックを設置。次は一旦この辺りはこんな感じで撤去して、不透過ブロックの上にコンパレーターをこの向きで設置。次はこの位置に向かい合わせのホッパーを設置します。あとはホッパーの中に一つだけアイテムを入れれば、このようにドロッパーが動作しますね。夜間だけ動かしたい場合はこの位置に日光検出器を置いておきましょう。できたら一旦撤去した部分は元に戻しておきます。地上の回収部分は樹脂の塊が落ちてくる場所にこんな感じでチェストとホッパーを設置しておけば OK ですね。はい、今回は新アイテムの樹脂の塊を完全自動で入手できるクリーキングトラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。